メキシコ最強と言われるスラム街テピートへ。市場が休みの火曜日は人がいなくて非常に危険なので近づかないように。でも行ってみた。地球の国全部行く。会社の有給を使って日本から 15,000km 離れたメキシコへ。死者の日のパレードやオブジェを見た後、中心のソカロ広場からわずか 1.5km 北にあるテピト地区へ。メキシコ最強と言われるスラム街を歩いてみました。地下鉄ラグニーリャ駅に到着。降りた瞬間危険な雰囲気を感じました。はい、ではソピト地区に来ました。ちょっとなんか嫌な雰囲気。夜はちょっと怖いね。こんな感じです。うわー、なんかやっぱちょっと怖いな。雰囲気はあまり良くない。一方こちらはメキシコシティの中心地、スペインの大都市のような街並みです。テピートは古くはアステカ時代からの低所得者居住区で、スペイン人到来以前から商業活動が盛んでした。密集した居住環境が犯罪の温床となっており、この地域に約10万人もの人が住んでいます。このね、横断歩道を渡ってみたいと思います。あっちが市場になってるみたいなんだけど、なんかやっぱちょっと違うね。うわー、なんか南米って感じ。うわー、なんか怖いね。これ夜来たら怖いな。なんかちょっと雰囲気違うよね。ちょっと地図を。これなんだろう。落書きがかなりえぐい感じです。落書きとかってね。警察官がところどころにいて警戒してますね。警官でも襲われる危険があるので気が抜けません。路上市場ティアンギスがテピト地区25の通りに広がり、副料品、靴、中古品などが売られています。無許可のコピー商品、CD や映像機器なども多数あるようですが、テントの骨組みだけで人も物も何もありません。この日は2025年11月4日の火曜日。後から知ったのですが、火曜日は市場が休み、市場のやっていない火曜日は人がほとんどいないので危険、絶対にテピートに行くなとのこと。人のいないテピートを歩いていたらビルに引きずり込まれて身ぐるみ剥がされるという情報も。市場は終わってるみたいですね。うわー、これ夜とか怖そう。怖いので躊躇しましたが、なんとか頑張ってこの公園まで行くことにしました。大阪西成の三角公園、四角公園とは比べ物になりませんが、スラム街には公園がつきものです。怪しいね。ここの公園まで行こうと思ったけど無理かな。西成労働福祉センターにちょっと似てる。うわー、この公園まで行って戻って帰りたい。映像よりも実際はもっと怖いです。確かにここはちょっと変だね。この廃墟のビルがかなり怖いです。ちょっとなんか南アフリカとか行った時の雰囲気をちょっと思い出すけど、なんで動かないんだ GPS が。 GPS 遮断してんのこれ。なんか戻ろうかな。なんかタチションのおしっこの匂いがすごいですね。みんなその辺でしてんだろうね。閑散としていて薄気味悪いです。市が全体がもう市場になってんだね。どうする、結構距離ありますけど、ちょっと公園ぐらいまで行きたいね。これまっすぐ行って右行くと公園ですね。まずはこのアステカス通りを北上して公園に向かいました。そこまで走って行って戻るかな。なんかちょっと怖いです。雰囲気的には怖い。なんか嫌だから戻ろうかな。人気がいないっていうのが嫌で。結構こういうのって窓から見てたりするんですよね。もうちょっとで公園です。とにかく落書きが多いです。もうちょっとでなんか大きな公園。三角公園ではないけど公園に着きます。落書きがね、ちょっと怖いよね、雰囲気が。さあどうする？これ右曲がると公園です。すごいね、これ朝とか来たら市場がすごいんだろうね。その時に来たらいいのかもしれない。
公園があるはず。これ襲われたらひとたまりもないですよね。まあでも赤ちゃんもいるからと思っても地元民とあれは観光客は違うんですよね。これパルコ？パルコパークの？あれそっち公園の道具で閉ざされてる。これ行ける？行けんのかな？スイスイ。あ、グラシアス。一応、行けるみたいですけど、なんかすごいね。これは公園に着きました。なんかサッカー場みたくなってる。うわ、すげえ。なんと公園じゃありませんでした。すごい、これ人工芝かな。人工芝だね。自然の芝じゃないですけど。ほら、これをお土産にあげてみようかな。いきなりもらっても困るかな。よいしょ。ハポン。これがハポンの、もう、じゃあ、ある、もう一個ある。これもあげる。じゃあ、こっち。はい。いい？はい。バイバイ。ある、ほら。はい、ハポンのキャンディー。オッケー？一緒に写真撮りたいね。よし、じゃあ、帰ります。4時半なんで帰ります。バイバイ。さあ、帰りも無事に帰れるか。もう時間がないんで帰ります。さっきの道を帰ったんじゃ一緒なんで、一本隣の道で行きます。これさっき来たとこだね。なので一本向こうの道で帰ろうと思います。ではタコス屋とかあんだね。ちょこっと見てみる。あそこは美容院があって、タコス屋さんがあります。ちょっと、もう終わってる感じだね。ちょっと食べるのも大変。昼間はまだギリ大丈夫なのかな。壁中落書きだらけですね。いやーすごいな。警官がいっぱいいるっていうところがね、もうすでに危ないかな。でも警官がいます。ポリチア。この通りはマジでやばいです。この道で行くか、じゃあ。帰りはこのテノチティトラン通りを南下して地下鉄駅に向かいます。夜来たらめちゃくちゃ怖いよ、これ。昼でも怖いです。子供が普通にいるんですが、でも歩いているとかなり怖い雰囲気です。前から来る人たちは何だろう、あれ。ポリスがいる。怖えな。パトカーがもうそこら中にパトカーがいるっていうのは危ないですね。ちょっとこう急に人気がなくなったぞ。怖い。やべえな。走るか、これ。電線にこのようにスニーカーがぶら下がっていたら、ギャングの縄張りを表しているのだそうです。私が行った場所にはスニーカーはありませんでした。もうちょっとで踊り出るんで。大体ああいう感じで。どのスラム街でも電線がぐちゃぐちゃになっています。すごいね。
中に引きずり込まれたら大変なのですが、ちょっと見てみました。キリストの絵が非常に綺麗ですね。火曜日は市場が休みなので閑散としていて、非常に怖い雰囲気です。もう少しで大通りに戻ります。建物がやっぱ怖い。昼間ですが、いつ襲われてもおかしくない雰囲気です。いや、駅に戻ってきました。ちょっとここでタクシー拾うの嫌だな。ちょっとメトロでもうちょっとまともなとこに行ってからタクシー拾おうと思います。こっちはまだいいのかな、市場があって。こういう壊れた車があるのも変だよね。あんな小さい子たちもいます。うわぁ、行けるかなこれ。ラグニーリャ駅から南に 1km 以上、市場、屋台が続いています。そしてメキシコシティの中心地、ソカロ広場、メトロポリタン大聖堂へと続きます。ここまで来れば襲われる心配はありませんが、スリは多いので注意です。いやー、怖かった。でも子供たちが可愛かったので良かったです。なんとか治安が改善すると良いのですが、そんな甘いものではないのだと思います。簡単にはいかないですが、なんとかしたいですね。以上、ご視聴ありがとうございました。ちょっと今、もう美味しそう。